皆さんこんにちは、渡旅です。今回は雪の情緒を味わうためにひっそりと佇む秘境の温泉地へ向かいます。山間部でもまだ積雪の情報が出てないのが少し気になるところです。場所は長野県のほぼ中央に位置する松本市。北アルプスの山奥にひっそりと湧く乳白色の温泉郷白骨温泉に宿泊します。乳白色の硫黄泉で雪見風呂が楽しめるのでしょうか。駅やね、福島駅。はい、もうちょっとで到着します。ここですね。わあ、狭。はい、到着です。はい、到着しました。こちらはですね、江戸と京都を結ぶ中山道の宿場町、福島宿です。天下の四大関所の一つと言われた福島関所が置かれていた宿で、基礎11宿の中心地でした。あんまり詳しくないんですけど、街並みを散策してみたいと思います。もうすでにね、レトロな雰囲気があります。で、この先にね、街並みがあるんで、もう早速行ってみたいと思います。こんな感じの場所ですね。すごい井戸が残ってます。今は利用されてないですけど、こんな感じで街の中に井戸も残ってます。もう下が見えないぐらい深いです。江戸時代から、あるみたいですね。深さがね21尺 6.5 メートルの傘があるみたいです。雪降ってると思ったら全然雨でした。こちらは上野段と呼ばれる宿場町の雰囲気が残る地区です。1927年の大火事で古い建物が残っているのはこの付近だけです。大火事でほとんどの建物がなくなってしまったんですけど、江戸時代の街並みが残っているのはすごいですね。もうすぐ近くにはですね、奈良井宿とかあるんですけど、もう何回も行ってるんで、こちらの福島宿にしました。こちらも一度来たことあるんですけど、多分動画にしたことなかったと思うんで、来てみました。この古い建物なんですけど、住んでいたりお店をやられてたりしてますね。この辺りの小学生はみんな熊鈴を持ってます。こんな街中でも熊が出るんでしょうか。小学生だけで登校するのが危ないですね。この馬には意味があるんでしょうか。狭い。本町商店街。はい、ここからね、商店街みたいです。こちらの街並みはですね、大火事以降に、作られた街並みなんで、江戸時代っていう雰囲気はないんですけど、すごくね、昭和レトロな街並みになっています。
あ、足湯。温泉が湧いてるんですね。足湯がありました。蓋が閉まってますね。特にね、利用時間とかは書いてなかったんで、源泉かけ流し、すごい。あったかい。ちょっと今寒すぎて温度がわかんないんですけど、もうちょっと手つけただけで手が真っ赤になるぐらいあったかいです。どれぐらいなんでしょう。42度ぐらいあるんでしょうかね。はい。この寒い中、この木曽川を眺めながら入る足湯はいいですね。結構車通りが多いですね。で、この左手が木曽川です。この辺りは本当に昭和レトロですね。レトロ好きにはたまらない街並みです。木曽川沿いにはですね、崖屋造りという独特の作られ方をした家が立ち並んでます。岐阜県の郡上八幡みたいな街並みです。もっとゆっくり街並みを回ろうと思ったんですけど、雨がね全然止まなくて、もうこちらを後にしたいと思います。はい、それではね、次の目的地に向かいます。次の目的地まではここから44キロ、1時間かかるみたいです。雨がね止まないどころか大雨になってきました。山を少し登ってきたんですけど、結構雪が残ってますね。で、地面はシャーベット状になってて滑ります。地面が凍ってる。アイスバーンみたいな感じになってるね。猿大きいね。でっか。降りてった。斜め右。ここや。これか。これ？これこれ通れんの？ここやね。あと5分で到着。5分間なら辛抱できるね。うわ、猿や。びっくりした。お猿さん。熊かと思った。かなり登ってってますね。そして落石がすごいです。だいぶね、道もマシになって、視界も開けました。あと2キロ。あと2キロ、2キロつらいな。でも落石多いな。すごいよ、落石。パンクするんじゃない？いける？ちょっと抜けよっか。あれ。オッケーではないけど。無理か。いやなんちゅうことや。あと 1.5 キロ。あと 1.500 メートルしか進んでないんや。いやー、ずっとこんな道やね。でもあと1キロ。あと1キロか。これは無理やな。オッケー。ガスってきたね。よいしょ。オッケー。こ
こういう道って気になるよね。これ登ってったら何があるんかって。でも行く勇気はないんやね。なんなんやろ。ここまで続いて。何かあるんやろね、この上に。お、家っていうか、小屋、うん。家ではないんか。あったあった、ここです。はい、到着しました。こちらは宿場町になります。福島宿をちゃんと見て回れなかったんで、こちらの宿場町に来ました。こちらは入山宿という野麦街道の宿場です。1979年に公開された映画野麦峠の舞台になった場所なんですかね。見たことないんで詳しく説明できないんですけど、明治中期から昭和初期にかけて長野県の中小製紙工場で低賃金長時間労働という過酷な境遇に置かれた少女たちの姿を描いた山本茂美の同名ルポルタージュを映画化したそうです。大竹しのぶさんがね出演してたみたいです。ここがね宿場町の入り口になるんですかね。周りはこんな感じで本当にねもう秘境の中の秘境になります。こんな山奥ですけど、当時はねここが交通手段でもあって賑わってたそうです。今は誰も住んでないみたいですね。今は人口ゼロの宿場町になります。一応こちらはですね廃村とかそういうのではなくて歴史ある宿場観光地になります。そこだけね理解していただけたらなと思います。いやすごい建物ですよね。松田屋って書いています。山田屋につきましては下記までお問い合わせください。もしかしたらこの松本市役所に連絡すればこの中に入れたのかもしれないですね。こちらの建物は1868年に建築されたもので江戸時代の旅籠です。157年前からある建物になります。当時のままですね。こちらにはねなんかいろいろ書かれてます。この野麦峠標高1672メートルを超えて飛騨高山へ通ずる道を野麦街道というそうです。当時はこの標高1672メートルの峠を徒歩で越えてたんですね。すごいな。興味がある人はね一時停止して読んでみてください。こちらの旅籠なんですけど、これ見てわかりますかね。崖の上に立っているんですね。この辺りはねコンクリートで補強されてますね。当時はどんな感じで立ってたんでしょうか。ある程度修繕はされてると思いますけど、江戸時代からねずっとここに残ってるのが本当にすごいですね。上にもですねこんな感じで当時からの建物が残ってます。よいしょ。すごいとこに家を建てたんですね。こちらも宿だったんですね。下道荘っていうんですかね。こちらには水道がありますね。で、よく見たらね、電柱があって、電気が来てたみたいですね。もちろん江戸時代にはこんなのなかったと思いますけど、こんな山奥までここのために電気を引っ張ってくれてるんですね。はい、こちら松田屋の隣にも三層蔦屋っていう建物があります。こちらの山荘の中もですね、もしかしたら見学できるんかもしれないですね。トイレもありますね。男女別のトイレがあります。で、トイレの前はですね、水道があるんですけど、めちゃくちゃ綺麗ですね。今年設置したって感じの水道ですね。ちょっとガスメーターでしょうか。ガスはさすがにプロパンなんでしょうね。すごい神社があります。しかも電気ついてますね。
青木神社という神社みたいですね。立派な神社。こんな山奥ですけど、ちゃんと管理されてます。おー、ここも電気ついてますね。こんな山奥なのに。この中はですね、特に何もないですね。箱のようなものがあるだけですね。もうちょっとだけね、この周辺を散策してみます。一応、熊鈴とこの熊スプレーを持って、ちょっと散策してみたいと思います。最近熊スプレーも偽物が出回ってるみたいなんで、こちらのね、メイドインジャパン、日本の大学が作った熊スプレーです。この道中はですね、猿がいっぱいいましたね。猿って攻撃してくるんでしょうか。うわ、すご。廃墟チャンネルではありません。一応ね、観光地というか、歴史ある宿場町になります。はい。こちらは入山宿って読むみたいです。間違えてましたね。江戸時代には幕府の用人がこの街道を頻繁に利用し、明治から大正にかけては工女たちが一夜の宿とした宿場が入山です。当時この宿場で一番の賑わいを見せた旅籠松田屋が復元されました。復元されましたっていうことは建て直したんですかね。当時からあるぐらい趣のある建物だったんですけどね。この上にもまだ建物がありますね。こんな急な斜面に旅籠がいっぱいあります。すごく歴史を感じます。倒壊しちゃってます。歴史ある宿場だったら保存した方が良かったのかもしれませんね。訪れる人は少ないでしょうけど、こんなとこにまで建物があります。なんか廃墟探索チャンネルみたいになっちゃってます。すみません。この建物も歴史を感じますね。旧入山分校っていうんですかね。入山分校か入山分校かわかんないですけど、明治30年に尋常小学校入山校として開校。昭和8年に現在に移転新築後、昭和44年に本校統合で廃校となる。こちらは学校だったみたいですね。この先にもなんか道があるんで行ってみます。こんな道でもそこまで荒れてないんで、掃除しに来られる方が見てるんでしょうね。いや、こんな山奥にまで建物があります。この柱は何でしょうね。ギリギリ読めないです。こっちは読めますね。昭和8年7月。うわ、すごっ。学校ですかね。うわ、めっちゃ歴史を感じます。うわー、いや、この扉はなんか大正時代っぽい感じですね。この右側の建物は家みたいな感じですね。障子があって。扉が開いてるんですけど、不法侵入になっちゃうんで、やめておきます。床が抜けてますね。こちらはトイレだったんですかね。あんまり中に入ってったらね、やらしいんでやめておきます。うわー、すごっ。中は畳ですね。普通の部屋ですね。残念ながらね、中に入ることはできないんですけど、黒板もあって、で、机ですね、こちら。黒板にも何か書いてありますね。うわ、すごい。ピアノですかね。こちらの明かりは、この豆電球2つと、この蛍光灯1本だけです。映ってますかね。これ傘なんですけど、時代劇とかで見る傘ですね。
他人からしたら使われなくなった薄気味悪い廃校に見えるかもしれませんけど、かつてここに通っていた人にとってはたくさんの思い出が静かに眠る場所だと思います。いやー、すごいですね。うわー机が1個だけあります。机が1個、そして豆電球1つ。遅刻とかしたらここで一人勉強させられたんですかね。すごいな。いや、めちゃくちゃ貴重な建物ですね。感動しました。それではね、次の目的地に向かいます。家っていうか、これも旅籠か。すごいな。歴史を感じるね。すごっ。さっきの宿場から2、3分で大きい道路に出たんで、こっちから来る方がいいですね。うわ、すごっ。景色がすごいね。この辺からね、どんどん標高が上がっていってます。雪も結構残ってますね。白骨温泉まであと 2.6 キロ。よいしょ。観光案内所の駐車場か。じゃあここだね。到着しました。こちらは白骨温泉です。白骨温泉は鎌倉時代にはすでに湧出していたと伝えられていて、戦国時代には武田信玄も当時に利用したとされる由緒ある温泉です。白骨の由来は諸説あるんですけど、湯の成分が湯船に付着してその文様が白い骨のように見えたことから名付けられたとも言われています。かつては白骨や白船とも呼ばれてましたが、大正時代に中里海山の小説大菩薩峠の中で白骨温泉と紹介されたことをきっかけにこの名称が定着しました。江戸時代の元禄年間には斎藤孫左衛門によって温泉宿として本格的に開かれたそうです。地理的に隔絶された山間部に位置するんで、現在でも斎藤という名字の人が多く、遅延や血縁関係が現在まで継承されています。白骨温泉の泉質といえば乳白色の硫黄泉です。硫黄を含んだカルシウム、マグネシウム、ナトリウムを主成分とする炭酸水素温泉です。1974年3月30日に国民保養温泉地に指定されています。こちらの温泉地には宿泊施設が10軒ほどあります。それではね、この温泉地を少し散策してみたいと思います。この道路の向かい側にバス停があります。バスでも来ることができるんですね。2本しか来ないですね。朝の9時50分と15時45分にしか来ません。この温泉地の前にはですね、遭難者供養塔っていうのがありますね。で、すぐこちらに鳥居があります。神社のすぐ隣がですね、白骨温泉の案内所になります。こちらの案内所の掲示板でですね、どこが定休日とか、あと何時までやってるとか、あと値段までね書いてくれてます。白骨温泉一帯には白色の温泉水がもたらす奮闘球と
球状石灰石が見られます。これらは他に例が少なく科学的価値が高いことから国の特別天然記念物に指定されています。この先にですね、この奮闘球と球状石灰石っていうのがあるみたいです。もうちょっとしたらまた雨が降ってくるみたいなんで、先にね、こちら見に行ってみます。硫化水素の匂いがね、この温泉地を包み込んでます。で、こちらが白骨温泉の、露天風呂。残念ながら11月25日から4月下旬まで閉鎖してるみたいですね。こんな感じの温泉に入れたみたいです。男湯は開放感抜群の作りになっており、白骨の雄大な自然を楽しめます。その景観は数ある白骨温泉の露天風呂の中でも最高だという声を多数いただいております。コインロッカー、シャワー2口、シャンプー、コンディショナー、ボディーソープと洗面所にはドライヤーをご用意しております。女湯の方はですね、日差しとか目線を遮る形になってるみたいです。その横には川が流れてて、こちらも景色はすごくいいみたいです。この下に、露天風呂があるみたいですね。すごい硫化水素の匂いがしてきます。露天風呂の向こうはですね、こういう宿泊施設とか、あとはこちらお土産屋さんもありますね。この先は工事してますね。今工事中でね、車は通れないみたいです。この道路を新しくしてるみたいですね。すごく立派な宿ですね。この立派な建物は白船グランドホテルっていうね、ホテルみたいです。で、この先にもですね、宿泊施設が何軒かあります。で、さっき言ってたこちらの奮闘球と球状石灰石っていうのが、こちらにあるんですかね。こちらですね。こちらは白いお湯によって作られた地層みたいなんですけど、ちょっとね雪がかぶって分かりにくいですね。伝わりにくいですけど、こんな感じのね、地層になってます。結構雨降ってきましたね。こちらのことですね。雪が積もってて何かよくわかりません。こういう断層とかが見れるんですかね。残念ながら、こんな、景色となっています。はい。雪が降ってもおかしくない気温の中、雨が降るとめちゃくちゃ寒いです。うわ、寒い。今度はこっちの方に進んでみます。はい、こちらが白船荘の新宅旅館ですね。飲泉所ですね。こちらの温泉は飲んでいいみたいです。ちょっと飲んでみます。そんなに熱くないですね。どんな味なのか表現するのは難しいんですけど、卵の腐ったような風味と、あと何とも言えない味がします。温泉の析出物がびっしりこびりついてます。こっちに行くと恵比寿屋と前田という旅館があるみたいです。ただこの先はね、もう地面が凍っててめっちゃ滑ります。なんかおる。かわいい。カモシカ。檻かなと思ったんですけど違いますね。これ畑ですね。畑の中にカモシカがいます。おーい。うんこしてるうんこしながらこっち見てます。いや、ずっとうんこしてるやんか。気張りながらこっち向いてる姿が尊いですね。こっち来る。めっちゃゆっくりですね。むちゃくちゃマイペースに登ってきてます。すごっ。
いや、露天風呂なんですけど、めっちゃ味がある露天風呂です。おお、あの下に見えてる建物は鶴屋旅館ですね。この辺りはめちゃくちゃ寒いです。さっきおった場所と全然気温が違いますね。で、この先に見えてる建物は斉藤旅館ですね。この白骨温泉でおそらく一番大きいね、宿泊施設になると思います。ずっとね、上の方まであります。で、上の方が新館になるんですかね。そちらの方はですね、全室露天風呂がついてたと思います。大浴場はね、もちろんね、乳白色の硫黄泉なんですけど、その客室にある露天風呂は若潮みたいなんで、ちょっと今回はね、見送りました。で、今の斉藤旅館が突き当たりになります。こっちにまっすぐ行けば、さっきのね、観光案内所の方に戻ると思います。雪が降ってないのが残念でしたね。昔ながらのお湯の宿。良さそうな旅館です。宿泊サイト見ててもね、なかなかね、いい旅館ないなと思うんですけど、実際に訪れてみると良さそうな旅館がたくさんあります。こちらはさっきのお土産屋さんですね。一周回ってきました。それではね、今日宿泊する宿の方に向かいます。ここから、ちょっと登ったところにあります。はい、こちらですね。よし。はい、到着しました。こちらはこなしの湯笹屋という旅館になります。雨も強くなってきましたんで、もう早速ね、チェックインの方したいと思います。はい、こちらはですね、日帰り入浴はやってないみたいですね。宿泊者にとってはめちゃくちゃありがたいです。こちら、ウェルカムドリンクの甘酒と野沢菜のおやきです。このおやきのね、皮がすごくしっかりしてて美味しいですね。フロントから右に進んでくると、こちらに貸し切り露天風呂と、そしてこちらに大浴場があります。大浴場の方はですね、もうお客さんが多いんで映すことはできません。で、こちらの貸し切り露天風呂の方は撮影許可をいただけましたんで、また後で撮影したいと思います。貸し切り露天風呂の入り口の後ろ側はですね、いろりがありますね。で、ストーブもあってすごくあったかいです。すぐ横には本もあるんで、本を読みながらゆっくり過ごせますね。フロント入ってすぐ正面に階段があるんですけど、今日泊まるお部屋はこちらの2階になります。今回宿泊するのはコナシというお部屋になります。それでは見てみたいと思います。まずこちら、玄関ですね。玄関入ってすぐ左手ですね。こちらの扉は、洗面所とトイレですね。かなり広い空間となってます。こちらにですね、ドライヤーとか、あとアメニティですね。化粧水とか、そういったのが、置いてあります。こちら正面がですね、お部屋ですね。じゃあ見てみます。4畳半のお部屋になってます。目の前は
景色が広がってますね。おお、もうちょっと雪が積もってたらね、もっと綺麗だったと思います。窓の前はですね、披露宴になってます。雪景色を見ながらくつろぐことができます。で、こちら左側にはですね、ポットとか、あと飲み物ですね、コーヒー、お茶、紅茶があって、で、こちらはですね、コップが置いてあります。で、この下が冷蔵庫なんですけど、はい、緑茶やビール、リンゴジュースが置いてあるんですけど、無料で飲むことができます。無料で飲めるのは珍しいですね。こちらのお部屋の右手に扉があるんですけど、この向こうがですね、寝室になります。こちらは8畳の寝室になりますね。こんな感じの、寝室です。布団は敷いてくれてます。こちらにはですね、ストーブがあって、すごくこの部屋はあったかいです。このお部屋にはエアコンがないんで、夏はかなり涼しいんだと思います。で、こちらの扉がですね、こちらには浴衣やフェイスタオル、バスタオル、旅と床籠があります。印字が入ってあるタオルでした。お土産にいいですね。こちらのお部屋はこんな感じの純和風のお部屋になります。部屋から雪景色を楽しめるのはいいですね。お菓子が置いてありました。長野県上田市の銘菓なんですかね。ちょっといただいてみます。中はこんな感じですね。調べてみたらみすず飴というみたいです。オブラートに包まれてますね。寒天とグラニュー糖と水を加えてゼリーにしたものみたいですね。なんか懐かしい味がします。こちら館内の案内図で非常にシンプルな館内となっています。玄関入って右手に帳場がありました。すぐ左手はお食事処ですね。で、すぐ目の前には階段があって2階に行くことができます。2階はすべて客室になっています。で、今回宿泊しているお部屋がですね、こちらこなしというお部屋になります。食事処のこの奥にもですね、食事処があります。今回の食事会場はこちらになります。すぐ右手にはですね、喫煙所と貸切風呂への入り口があって、で、こちらまっすぐ進むと大浴場があります。で、こちらには書いてないんですけど、談話室のようなスペースがありました。大浴場の方はですね、男女別の大浴場で、利用時間が15時から24時、朝5時から9時までとなっています。で、大浴場の方はね、撮影できないんですけど、こんな感じのお風呂ですね。貸切風呂の方なんですけど、別のね、建物にあるみたいです。利用時間はチェックインから20時と、翌朝5時から9時30分までとなっています。こちらの貸切風呂は30分の交代制で、洗う場所はありません。大浴場で体を洗ってからこちらの貸切風呂を利用するっていう感じなので、30分でもね、ゆっくり浸かれると思います。貸切露天風呂は16時から予約しました。4時に入って、その後空いてたら翌朝の予約します。もう空いてなかったらね、夜に入りたいと思います。白骨温泉はですね、3日入れば3年風邪をひかないと言われるぐらいね、すごくね、泉質がいい、温泉と言われております。なので、めちゃくちゃ楽しみです。こちらに離れの客室が3部屋あって、おそらくいいお部屋なんだと思います。客室は全部で12あるんですかね。それではね、大浴場の方に入りに行きたいと思います。右側が女湯で、左側は男湯になります。それではね、楽しんでいきたいと思います。入ってきました。
めちゃくちゃ良かったです。ガラス張りになってて、目の前は雪景色が広がってて、もう最高でした。温泉の成分で真っ白の浴槽になってて、本当にすごかったです。はい、こちら貸し切り風呂になるんですけど、入りたい時間帯に、自分の部屋の札をね、かけると入浴することができます。宿泊中は空いてればね、何度も、入浴することができます。ちょっと時間が結構来ちゃってるんですけど、では入りに行きたいと思います。この札を裏返して、はい、OK です。それでは、行きます。よいしょ。おー、寒い。この先がですね、貸し切り風呂になります。この向こうに見えてる建物が離れの客室になります。こちらが貸し切り風呂ですね。よいしょ。で、まだ続いてます。こちらですかね。ついた電気。はい。入ってすぐ、こちら脱衣所ですね。脱衣所はこんな感じで、で、すぐこちら、露天風呂なんですけど、うわ、すげえ。で、こちらが露天風呂なんですけど、めちゃくちゃすごいです。湯の色なんですけど、乳白色というよりもミルキーブルーですね。足元はですね、泉質の石質物がいや、すごいです。真っ白な。家のお風呂の浴槽がこんなんだったらテンション上がりますね。こちらの温度も41、2度で完璧です。今も雨降ってるんですけど、雪見風呂が楽しめるとは思ってませんでした。この辺にもね、雪が積もってくれてたらもっと最高でしたね。入浴しました。温泉の色にまずテンションが上がって、目の前はこんな雪景色が広がってて、硫黄泉好きの方なら大興奮だと思います。もっと使ってたかったです。夕食の時間になったんで、食事会場の方に行きたいと思います。夕食はこんな感じです。いただきます。まずは信州サーモン。美味しい。で、こちら馬刺しですね。あれ、馬刺しやけどさ、生姜とかないね。味で勝負してるやな。肉っぽい味するな。癖とかは全くないね。これがキャビアって言ってたね。いつも食べるキャビアと違って、プチプチした食感があった。飛び込みたいな。他の魚卵と比べて、あんまり違いがわからない。一口で。白子豆腐か。だからか。生わさび。すごく美味しいわ。こちら、アイガモロースの山椒風。いただきます。山椒が効いてる。なんかすごく味がしっかりしてるね。だしに漬け込んだような。美味しいよ。美味しい。このおしゃれなやつ。そちらはモッツァレラチーズ、そう。ミニトマトの味噌焼きかな。これも手でいただきます。大人な感じやね。
もうちょっとモッツァレラの存在感があった方が個人的にはいいかなと思った。そちら笹寿司でございま笹寿司。どうやって開けたの？シエロアみたいになってるわ。サーモンが入ってる。いや、これは美味しいわ。ちょっとほのかに笹の香りがして。銀鮭のけんちん焼きっていうのがね、来ました。けんちん焼きって何やの？これ上に乗ってるの何？す。豆腐、ごぼう、人参、しいたけかな。見た目はおからみたいよね。あ、おからやん。ちゃうな。ちょっと食感が豆腐。鍋にレタス入れるって珍しいね。入れたことないかも。すごい油やね。すごい。うわ、すごっ。ポン酢でいただきます。美味しい。あ、ポン酢もなんかちょっと違うね。普段食べてるポン酢と全然違うくて美味しいね。そう美味しいよ。うまいやろ。うわ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 、すごい油が。揚げ出しが来ました。で、こちらそばがき、あんこ、じゃがいも、ししとうが入ってます。芋なんやけど外カリッカリでなんかめちゃくちゃ美味しいんやけど、であんこは骨があるみたいなんで美味しい。うまいな。うん。鍋に入れたり、あと唐揚げぐらいかな。こういう感じで食べるのは初めてやけど美味しい。いや、お腹いっぱいになってきた。肉が残るって珍しいよね。それぐらいお腹いっぱい。茶碗蒸しが来ました。熱っ。洋風茶碗蒸し。コンソメの味。そうやね。これいい考えやね。見た目は茶碗蒸しやけど味は全然違う。こんなん初めて食べた。料理長呼ばなあかんやん。呼んでみてや。やめて。ご飯と味噌汁とこのまま安曇野産のコシヒカリと自家製の3年熟成味噌塩のお味噌汁。はい、こちら最後のデザートですね。今日はね、実はクリスマスイブでクリスマス仕様みたいです。自分も今日クリスマスイブって言われるまで気づきませんでした。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。それではね、今から大浴場の方に行きたいと思います。美味しいご飯も食べて温泉にも入って体が温まったんで、今日は寝たいと思います。おはようございます。貸切風呂の予約の時間になったんで、露天風呂の方に入りに行きたいと思います。よいしょ。寒い。向かうだけでもワクワクしますね。で、こちらです。めちゃくちゃいい匂いしてます。いいですね。よいしょ。めちゃくちゃ気持ちいいです。いや、本当にちょうどいい温度ですね。真っ白の浴槽にミルキーブルーの温泉、目の前には雪景色が広がってるんで、本当に最高の露天風呂でした。
これかぶりながら入るのもまたこう絵になりますね。ちょっと写真を撮りたくなります。よいしょ。はい、それではね、もう朝食の時間なんで、このまま食事会場の方に向かいます。朝ごはんはね、こんな感じでちょっと価格に入りきらないぐらい、種類が多いです。こちらの温泉で作ったおかゆです。お米かおかゆか選べますし、食べた後もね、おかわりできます。おかゆの器もね、めちゃくちゃでかいんで、おかわりできるかわからないぐらい量があります。はい、それではいただきます。なんて言ってたかごめんなさい。忘れたんですけど、この辺りの郷土料理みたいです。よいしょ。これめっちゃ米進むわ。なるほど。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。おかわりしなかったんですけど、すごくちょうどいい量でした。温泉に入って朝ごはんも食べてきました。もうそろそろチェックアウトしたいと思うんですけど、今回はですね、年末っていうのとクリスマスイブだったんで、お値段の参考になるかはわかりませんけど、プランの方がですね、信州牛堪能プランっていうプランで、信州牛が3倍プラス信州豚の贅沢懐石になります。こちらのプランで、大人2名1泊2食付きで 44,880 円でした。スタンダードのプランだったら 41,140 円で、お肉の2倍プランのコースだったら 43,945 円になります。そこから1000円プラスするとお肉が3倍になります。スタンダードプランから比べると2名あたり 3,740 円プラスするとお肉3倍になるんで、かなりお得だと思います。貸し切り風呂も空いてたら好きな時に入ってて、雪見風呂も楽しめるんで、すごく良かったです。これからどんどんこの辺りも積雪がすごくなると思うんで、ノーマルタイヤで来ることは不可能ですね。最寄りの駅からタクシーで30分ぐらいで来れるんで、車じゃない方はね、タクシーに乗って来ることもできます。乳白色の硫黄泉に入りたい方はぜひ訪れてみてください。はい、それではね、チェックアウトしたいと思います。すみません、ありがとうございました。滑るよ、滑る。ハンドル冷た。手放し運転でいいかな。やめてよ。どこの旅館も満員ですね。駐車場がいっぱいでした。